よいしょ、金子でございます。ということで、本日の食材がこちらに行く前にですね、少しお知らせの方を挟ませてください。この度僕が作りましたこちらのだしパック、だしの地図のポップアップが開催されることになりました。で、開催期間がですね、11月の21日から12月の3日。場所は有明ガーデンさんでやらせてもらうことになりました。有明ガーデンさんの2階の E エスカレーターの横ですね。そちらでブースを構えてやらせていただきます。今現状ネットでしか販売してないこちらのだしの地図なんですけど、そちらのポップアップで実際販売されます。試飲もできますので、実際味を確かめることもできますので、ぜひ東京の方に用事のある方、来ていただけるととても嬉しいです。そしてですね、11月の22日、こちらの16時から19時の間、僕も店頭に立たせていただきます。僕も実際接客させていただきますのでね、よろしくお願いします。だしのチーズ買っていただいた方に気持ちでステッカーも数量限定で配らせていただきますので、ぜひお越しください。はい、というわけで、ポップアップの宣伝でした。今日はとある調味料を自作したくて、市場であれを買いに行ってきました。というわけで、牡蠣を買いに来ました。これいいな。これもらえますか。殻付きばっかじゃなくてむき身も欲しいですね。あ、すいません。これどこですか。今日岩手の。あ、岩手いいね。山田湾ですね。ありがとうございます。大きいな。あっちにね、いいむき牡蠣があったんですよ。あれ行きたいなと。あ、そう、これこの円盤牡蠣、これもらっていきましょう。じゃあこれ買って帰っていきたいと思います。よいしょ。というわけで買ってまいりました。こちらが生牡蠣ですね。で、加熱用の円盤の大判タイプ一つと、水切りのちっちゃめの牡蠣ですね。両方とも広島の牡蠣となっております。で、こちらの殻付きが多分生食用ですね。生食の岩手です。そしたら今日はこちらの牡蠣を使ってですね、僕がね、どうしても作りたかった調味料があるんですよ。それがですね、オイスターソースとなってます。オイスターソースはうまいですよね。中華料理には欠かせない調味料となってるんですけど、市販のオイスターソース、うまいんですけど、あれね、牡蠣以外のものが入りすぎてると思うんですよ。なんで今回は、オイスターがめちゃくちゃ強い自家製オイスターソースを作って、でそのオイスターソースを作って何か作って食べたいなと思います。個人的に野菜炒めとか作りたいなと思ってますね。そしたら作っていくんですけど、まず牡蠣剥いていきます。見た目の問題で殻付きとりあえず買いましたけど、正直、多分、加熱用の牡蠣で作った方がオイスターソースうまいですね。生食用はどうしてもね、身が痩せとるやつが多いんですよね。綺麗な海域で育って、さらにまた2日間ぐらいね、綺麗な海水で生けすに生かしてあるんでね。生食だとね、このぐらいがうまいんですけど、で、またこれも剥いときました。こんなもんですね。やっぱり加熱用買ってきてよかった。なんでこの殻付きとこの加熱用、両方ミックスして作っていきたいと思います。ではまずは牡蠣をきれいに洗っていきます。そしたらまず軽く水洗いをして、大まかに汚れと、あと残ってる殻ですね。これちっちゃな殻を取っていきます。はい、そしたらこちら次は大判ですね。大判の方、うわ、うまそう。幸せだわ。本当はダメなんですけど、僕この加熱用の牡蠣を生食で食べるのが好きです。絶対ダメですよ。責任取りませんけど、味が濃くてうめえんだよな。メーカーが違う方も入れますか。あ、こっちもしっかりしてるな。ちょっとこっちの方が若干大ぶりですね。これね、牡蠣はこの水切り、これがうまいですよ。チューブに入ってるやつよりやっぱ水切りの方がうまい。そしたらこちらにお塩かけてもみ洗いしていきます。もみもみと牡蠣のぬめりと、あと汚れ取っていきます。こんだけの牡蠣が入ったソースですよ。そりゃうまいでしょ。楽しみだな。で、作ったら小分けして冷凍しといて、また僕の動画でもちょこちょこ使っていきたいんでね。今日は、料理作りというよりかは、調味料作りですね。よし。だいぶ、こういうネズミ色のぬめりが出てきましたね。これで OK ですね。一回洗っていきます。ちょっとテイスティング。こりゃうまい。最高の牡蠣見っけた。お野菜ですね。まずは玉ねぎです。で、スライス。で、ニンニクを1個分ですね。ニンニクもスライス。はい、OK。具材はこんだけ。あとは調味料を入れて煮込んでいきたいと思います。
そしたら調味料ですね。調味料はまずお醤油。これ濃い口と薄口100、100で 200cc 入ってます。ブレンドしました。で、これ、きび砂糖を 80g。で、日本酒 100cc。で、お塩 20g。で、今日これも入れてみようかなと。ちょっと露店で買ってきました。乾燥ナツメ。いい香り。ちょっと甘みが入ると美味しいかなと思いますんでね。夏目のフルーティーな甘みも入れたいと思います。ケジャンとかによく使いますよね。ケジャン作り用に買ってきたんですけど、ちょっと今回のオイスターソースでも使ってみたいなと。そしたらこちらの材料全部鍋に入れちゃいます。まずは牡蠣。そしてお野菜ですね。お塩、お砂糖、お酒、そしてお醤油ですね。で、これをコトコトと煮込んでいきます。ちょっと思ったより牡蠣が多いので、日本酒もう100追加。で、これでコトコトと、だいたい20分から30分ほど煮込んでいきます。さあ、あれから30分ぐらい経過しまして、少しとろみがついてきました。このくらいで OK ですね。もうなんか普通に牡蠣の煮付けとしてすげえうまそうです。ちょっと1個食べてみます。うまっ！ちょっと辛いですね、タレが。でもこの状態は辛いんですよ。今からこの牡蠣をミキサーでドロドロに溶かします。そうするといい感じになると思います。そしたらこれをミキサーで細かくしていきます。よし。はい、こんな感じにペースト状になりました。ちょっと舐めてみましょう。うまっ！すごい！ちょっと待って、これめちゃうまいんだけど。これなんだ。本当のオイスターソースの味って。牡蠣の旨味がやっぱすごいな。甘みもいい感じ。わ、これで野菜炒めとか作ったらそれはうまいわ。で、このペースト状のままでも多分いいと思うんですけど、ちょっとドロドロなんで、少しこしてみたいですよね。そしたらざるに綺麗に洗った布巾ですね。その上にオイスターソースペースト。そしたらこうしてかぶせて、上になんか重し乗せたいですね。この上に水の入った重しを乗っけとくと。よし、これで冷蔵庫で1日から2日ぐらい置いときます。そうすると下にだいぶ溜まってくると思います。だいぶね、今の段階でもちょこちょこ溜まってきてますんで、これは大成功の予感がしますね。よし、じゃあとりあえず冷蔵庫で1日後に移動。はい、では2日経過しました。どうでしょうね。やっぱ水だけだとなかなか絞れてなかったんで、かなり重いもの乗せときました。さあ、絞れてるかな？いきますよ。せーの、よっ。はい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 。お、めっちゃ絞れてる。もうカラッカラですね。こんな感じ。ペースト状。これはこれでまたなんか使えそうな感じですけどね。あ、匂いがほんとオイスターソースの匂いだ。当たり前なんだけど、本当に本格的なオイスターソースの匂い。これはうまいよ。こんだけしかできないんだ。そしたらちょっと煮詰めます。でもだいぶとろみありますね。でもこうしてみると結構量ありますわ。火を通して少しとろみをつけるのと、あと殺菌ですね。でもちょっと慎重にやんないとこれ焦げ臭くなっちゃうんで気をつけなきゃですね。こんなものにしとこう。はい、これが気まぐれクックが作る贅沢オイスターソース。ちょっと味見してみます。うまみやばい。これびっくりするよ。これが本当のオイスターソースなんだ。そしたら今日は野菜炒めを作るんで、まずオイスターソースを使ってタレを作っていきます。まずオイスターソースですね。こんなもん大さじ3ぐらいいきますか。そしたらここに少しお醤油も入れます。大さじ1ぐらいで、少し味の素入れます。1、2、3で、日本酒も少し入れます。で、そこにお砂糖も小さじ1ぐらい。これで混ぜ混ぜしたら合わせだれの完成ですね。美味しそう。そしたらお野菜切っていきます。まずはキャベツで、お次はゴーヤですね。ゴーヤは半分に切って、もう半分に切って、箸とかでクリクリします。で、中の綿を取り除き、スポンと。野菜炒めは本当自分の好きな野菜入れればいいんですよ。僕はね、ゴーヤがたまらなく好きなので、今日は野菜炒めにゴーヤを入れたい気分。オイスターソースにゴーヤはね、合うと思いますよ。
はい、綿が抜けました。で、少しお塩振っていきます。苦味取りですね。で、これで10分置いときます。で、玉ねぎですね。で、ぶなしめじ。人参も入れますか。栄養たっぷりの野菜炒めを作ります。人参はきれいに洗ったら、もう皮ついたままで OK。で、むきエビですね。で、豚バラですね。で、豚バラは少し切っておきます。はい、これでお野菜の仕込みの完成。では、フライパンに油を敷きます。野菜炒めって野菜から水分めっちゃ出るんで、こまめにこのザルに移して水気を切っていきます。で、煙が出てきたらそこにお肉、そしたらエビ、人参、硬いものから炒めていく。ゴーヤ、はい、ゴーヤにある程度火が入ったらそこに玉ねぎ、しめじ、ある程度火が入ったらざるに移します。で、キャベツ、軽くお塩、はい、でそこに鍋肌に先ほどの合わせだれ、これをぐわーっと入れます。はい、でそこにこちら入れて、混ぜ合わせていきます。で、タレが絡まったら火を切って、はい、これで野菜炒めの完成。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら自家製オイスターソースで作った野菜炒め。僕の好きな野菜だけ入れました。うまそう。ちょっとゴーヤいきたいですね。ゴーヤ、キャベツ、肉もいきますか。エビも入れましたからね、今日は。むきエビ。胡椒を打つの忘れてましたわ。ちょっと胡椒を軽く打ちます。よかった。今からでも遅くない。ではこちら、いただきます。うんまっ、やばっ、タレめちゃくちゃうまい。ちょっと次キャベツだけでいきます。これめっちゃうまいわ。濃い感じの野菜炒めじゃなくて、本当にあっさりした旨味の強い野菜炒めに仕上がりました。うまっ、うわ、このソースがびっちりついたとこやばい。旨味がやばい。こんな野菜炒め僕食べたことないわ。これ久しぶりにお店クオリティできたんじゃないかな。うんまっ。これ毎日食べたいんだけど、この野菜炒め。うんまっ。意識しなくても体が勝手に野菜掴んで口の中に入れてる。で、口の中である程度咀嚼したら勝手に体が飲み込んじゃう。そのぐらい旨味が強い。これ中毒性あるやつだな。これは麻薬野菜炒めとでも名付けよう。で、そんなに野菜からも水出てないですもんね。ほんで、あえて中華鍋で野菜炒め作ると、なんか鉄分も取れるような気がして、美味しいですね。はい、ということで今日はこちらの自家製オイスターソースで作った野菜炒めときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ。野菜炒めには銀色のやつでしょう。はい、こちら。お、今日は6対4ですね。いただきます。
それは後でレシピメモっとこう。最高なのできました。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は大量の牡蠣を使って自家製オイスターソース作ってみましたけども、めちゃくちゃ美味しい調味料ができましたね。市販のやつに比べてさらっとはしてるんですけど、旨味はとても強い。そんなオイスターソースできましたね。牡蠣の旨味ダイレクトって感じの。あれはいろんな料理で使えるな。で、今日はああやってこしましたけど、ドロッとしたペーストで使ってもいいと思いますよ。残りカスもすごい旨味があると思いますんで、今日はかなり贅沢な作り方をしましたね。ほんで、牡蠣を一回ボイルして、カリッカリに干して、煮干しみたいな感じにして、旨味をより強くして、そして戻し汁と牡蠣とで作っても美味しいかもしれませんね。オイスターソースすごく作り方がね、奥深いなと思いました。ケジャンに似た何かを感じますね。またオイスターソース作っていきたいなと思います。1年に1回は作りたいな。次はもっと大量に。今からね、牡蠣が美味しい時期になりますので、皆さんもぜひ自家製オイスターソース作ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。